今日はステッドラーのレグ9258507のレビューをしていこうと思います。こちらは今では廃盤になってしまったんですけれども、つい最近までは復刻するかもと騒がれていたシャーペンでございます。どうやら長沢文具センターに残っていたレグの在庫を処分しただけで復刻はしないようですね。そんな騒ぎがあったこちらのシャーペンなんですけれども、結構ロマンがあふれるメカメカしいギミックが採用されています。2005年度には質実剛健な質感だったりメカメカしさが評価されてグッドデザイン賞を受賞したほど実力のあるペンとなっています。廃盤のペンなんですけれども、とても面白いペンで、持っていない方にもこちらのペンについて少しでも知識の共有ができれば嬉しいなと思うので紹介をしていこうと思います。レグは制御機を意味するレギュレーターから取った名前なんですけれども、何を制御するのかと言いますと、1回のノックで出す芯の量を制御いたします。ここのダイヤルを回転させることでレギュレーターの窓から見える景色が変化します。黒いところがシャーペンの芯の量を表していまして、例えば黒色を一番短くした状態でノックをすると1回のノックでほんの少しだけ芯が出ます。で、黒いのを一番長くすると1回のノックでドバッとかなり長い量が出るようになります。なので自分が一番好きな芯の量を決めることができるという面白いギミックが搭載されたシャーペンですね。ネットの情報によると、一番短い時は 0.1mm で長い時は 2mm と書かれていたんですけれども、自分の場合は一番短い時は 0.3mm ぐらいで、長い時は 1.6mm ぐらいでしたね。神経による差だったり個体差っていうのが関係してきそうです。レギュレーターによって約5倍も芯の量を調節できるので、どんな人にもいい長さが見つかると思います。いつもは3回ぐらいノックをしていい感じの長さになるっていうのを、わずか1回のノックで書き始めることができるっていうのは、使う人によってはありがたいかなと思います。自分はそんなに頻繁に芯を出したりしまったりしないので、あんまり恩恵を受けないんですけれども、これは恩恵を受ける人にとっては、受けるかなと思います。どんな仕組みになっているのか内部を細かく分解できないので詳しいところはわからないんですけれども、そこまで複雑な機構じゃないかなと思います。簡単に説明しますと、ダイヤルを回すことでチャックと口金の距離が変わって、それによって1回のノックでのチャックの可動範囲を調節することで芯の長さが変わるといった感じですね。口金のネジを緩めたシャーペンって1回のノックで芯がたくさん出るんですけれども、イメージとしてはそんな感じです。口金とバネをこすりながら回していくっていう形なので、ちょっとダイヤルを回すのは硬くてたまに不快な音が聞こえてきます。芯をしまった状態であってもダイヤルを回すと内部のチャックが動くので、芯が勝手に出るっていうこともあるので、そこだけはねちょっと注意していただきたいなと思います。ダイヤルとか転換の歯車のパーツだったりローレットグリップのおかげで、デザインまでかなりゴツゴツとしていて、かなりメカメカしさがあります。芯の長さを調節できるシャーペンは他にも自分は持っていまして、こちらのオートのスーパープロメカだったりオートのコンセプションがあるんですけれども、この中だったら一番レグがかっこいいかなと思います。ペンの上の方のデザインから見ていきましょう。キャップにはコード表示窓がついているんですけれども、ここも結構独特でして、ネジを緩めたり締めたりすることができます。締めるときちょっと硬くてギザギザしてるので、あんまり頻繁にここを触りたくないですね。こういうところまで凝ったデザインのペンってなかなか見ないかなと思います。消しゴムにはクリーナーピンがついております。これ新タンクは樹脂製となっていますね。クリップの先端は丸っこくなっているので、指が当たっても痛くないですし、自分の場合はあまり当たらない位置にあるので、クリップがあって気になるということはないと思います。ここに書かれている文字の量が多くて煩わしいっていうのはあると思うんですけれども、全体的にバランスの取れたかっこいいシャーペンかなと思います。ボディは全体的に艶消しで統一されていて、よりメカニック感を演出しています。鋼軸は92525よりも艶消しになっていますね。重厚感という面では92525より勝っているかなと思います。軸にはアルミが使われたフルメタルボディのシャープペンとなっていまして、かなりの安定感があります。そういう安定感というのが所有欲を満たしてくれますね。フルメタルボディなので重量は 23g となっておりまして、この太さのペンの割には結構ずっしりと感じます。全長は 141mm ですね。自分が持っているのは 0.7mm のペンシルなんですけれども、他にも 0.3mm と 0.5mm の3種類がラインナップされていました。
グリップの部分に用いられているローレット加工は使い込んだフィーリングのローレットを演出しているそうです。ギザギザ尖ったローレット加工っていうよりかはスベスベとしていて痛くなりにくい加工となっています。滑りやすいっていう意見をよく聞くんですけれども、強めにグリップを握る自分からしたらそんなに気にすることはないんじゃないかなと思いますね。今の92535だったら痛くなっちゃいますし、ホコリも入りにくいので自分は結構好きなローレットとなっています。このローレット加工はオートのスーパープロメーカーの触り心地とも結構似ているかなと思います。口金は直線的な形状となっています。ステッドラーは階段状に細くなるのが多いんですけれども、これはこれでかっこいいですね。4mm の細めなガイドパイプが採用されていて、これだけ安定感のあるペンなのでガチガチの製図用シャープペンとなっています。重心は真ん中よりも少しだけ下にありまして、92535とかより低重心になっていますね。レグは 23g、 そして92535は 17g で、92535の方が軽いんですけれども、重心バランスの関係で持ってみた感じはどちらも同じように感じます。でもやっぱり重いペンなので感性が働くせいで、筆記する際のペンの取り回しに関してはレグはちょっといまいちな部分がありますね。値段は1400円プラス消費税となっています。今の相場がだいたい3000円ぐらいなので、廃盤のプレミア価格ということで倍の価格になっていますね。下手には使わない方がいいとは思いますが、内部の機構の耐久性はそんなに低いものではないかなと思います。こういうギミックのペンってなぜかすぐ壊れるみたいなイメージがあったんですけれども、このステッドラーのレグに関して言えばどうやらそんなことはなさそうですね。実際に持ってみるとかなり頑丈でよくできたペンだなと感じること間違いないです。最後に5つ星評価をしていこうと思います。独断と偏見なのであくまでも参考程度にしていただければなと思います。書きやすさについては星3つですね。結構重たいペンで取り回しは難しいところがあるんですけれども、重心バランスは悪くないので星3つとさせていただきました。このペンは製図用なので、そもそも長期筆記に対応するように作られたペンではないです。製図をするっていう観点だけで考えるとかなり優秀なシャープペンかなと思います。続いて持ちやすさについては星5つですね。これは人によって分かれるとは思いますが、自分は滑りませんし軸の太さも最適なので文句はありません。続いて書き味は星4つですね。さすがフルメタルボディといった感じで非常にしっかりとした書き味となっています。ただ一つだけ気になるのがキャップのところがカタカタするというところですね。テープとかを巻けば治るんですけれども、何も対策をしない状態でもカタカタしないようにしてほしかったなと正直思いました。続いてはペン先の視界なんですけども、これは星5つですね。自分は製図用シャーペンの場合は無条件で星5つにしている気がするんですけれども、十分な視界があるので満点です。続いてデザインは星5つにしたいところですが、星4つとさせていただきます。この質実剛健な感じだったり、キャップからグリップまでこだわり抜かれたデザインはとてもかっこいいなと思うんですけれども、どうしてもロゴの文字が多すぎるのが気になってしまいます。もう少しだけ文字を少なくしてくれれば完璧だったのになといった感じです。続いてコストパフォーマンスは星4つですね。普通に考えて1400円のペンっていうと高いやんってなりますが、これだけ細部までこだわられたペンっていうのは正直もっと値段がしてもいいと思います。これは経済力のある大手文房具メーカーのステッドラだからこそ作れるクオリティなんじゃないかなと思いますね。続いて品質なんですけれども、これは正直わからないです。内部の機構が壊れたっていう方も聞いたことないので品質は高い方かなと思います。ですが神経が 0.3mm とか 0.5mm とかになると中で芯が折れやすいっていう意見をちょっと聞いたので、そこはちょっと注意していただきたいなと思います。最後に総合評価をしていこうと思います。自分は星4つとさせていただきました。これはペンを使う場面とかが大きく関係してくると思うんですけれども、全体的に完成度の高いペンかなと思います。製図用っていうのにかなりウエイトを置いたペンなので、一般筆記として使うのはあんまり向いてないかなと思います。あとレギュレーターの回転のし心地がもう少し柔らかくて不快な音が出なければもっと良かったのになといった感じですね。ということで今日はステッドラーのレグ92585のレビューでした。ご視聴ありがとうございました。